どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。以前3500円で始める美味しいドリップコーヒーというこれからお家でコーヒードリップを始めたい方に向けた動画を公開していまして、これがね結構たくさんの方にご視聴いただきました。本当ねありがとうございます。でコメントもたくさんいただいていて、その中でもしもう少しお金をかけるならどこにかければいいですかといったね質問をいただくことが多かったので、今日は予算を少し上げまして1万円で始める快適なドリップコーヒーと題しましてコーヒー器具選びをしてみたいと思います。毎日のコーヒーをより快適に美味しく入れるためにどこにお金をかけるべきなのかっていうのをね今日は紹介していきたいと思います。で比較として前回紹介した3500円で揃うコーヒー器具を改めて紹介しますと、まずコーヒーミルはダイソーのコーヒーミルですね、550円です。でキッチンスケールはノーブランドのもの、これが1280円で、ダイソーのコーヒードリッパー110円、そしてニトリのドリップカップ、こちらが1518円です。でこれ合計しますと3458円です。でここからどれをグレードアップすればより快適にコーヒーがドリップできるのかっていうのを考えていきたいと思います。まずはコーヒーミル、そしてスケール、ドリッパー、これらをこだわってみたセットを紹介します。これ入れ替えていきますね。まずコーヒーミルはこちらですね。でスケールはこれを使います。でドリッパーはこれを使います。はい、こちらのセットです。まずコーヒーミルはハリオのコーヒーミルセラミックスリム、こちらが2310円。そしてスケールは同じくハリオの V60 ドリップスケール、こちら4620円です。でドリッパーはこちらも同じくハリオの V60 樹脂製の 1,2 杯用のドリッパー、これが440円。そしてドリップカップは変わらずニトリのドリップカップ、こちら1518円。これ合計で8888円です。8並びめでたい。でこのコーヒーミルですけども、まず先ほどのねこのダイソーのコーヒーミル、これはですねもちろん550円のものでも十分引けるんですけども、やっぱりね性能がそこまでいいわけではないので、このね刃の性能があんまり良くないので、コーヒー豆引くことはできますけども、時間と体力をねめっちゃ使います。なのでここはちょっとグレードアップさせて、こういったハリオのセラミックスリムっていうのをね選びました。結局手動なのっていう風にね思われるかもしれないんですけど、電動を選ぼうとするとどうしてもね値段もかなり跳ね上がりますし、あとね電動のミルは楽ですけども摩擦熱でコーヒー豆の風味を飛ばしてしまうとかっていうのもあるので、実は一長一短だったりするんですよね。なのである程度引きやすい手引きミルっていうのはね全然選択肢としてはありだと思います。手引きミルの中では2000円台でも切れ味も非常にいいと評判だったのがこのハリオのセラミックスリムだったので、これね実際今日検証用に買ってみて試したんですけど、確かにねこれいいですね。めちゃめちゃスムーズに引けます。切れ味いいし粉の粗さもねかなり安定しているので、あとね豆の注ぎ口がこう広くて中身が見られるので、こっちもね中身が見られるので、こう引いている時の豆がねどこまで引けてるのかっていうのがわからない果てしなさみたいなのをね感じにくくて、そういったところもね中身が見られるっていうのもねいいと思います。実際ね豆どれぐらいのスピードで引けるかっていうのをね試してみたいと思いますので、試しに今ね手元にありましたこちらのオールプレスエスプレッソさんのオールプレスブレンド、この豆が中入りの豆なのでこれを 14g 測って、それでダイソーのミルと、あとこのハリオのミルと、あと比較として手引きグラインダーの最高峰コマンダンテですね、この3つで引くスピードっていうのをね検証してみたいと思います。同じコーヒー豆 14g を引いた時にどれぐらい時間がかかるかっていうのをねそれぞれ測ってみたいと思います。ちなみにコーヒー豆は浅入りと深入りだと、浅入りの方が焼く時間が短い分ね豆に水分も残っていて、ミルで引くのにもねちょっとね時間がかかります。でこちらは中入りということで中間の焼き具合になってますので、これで引くスピードっていうのをね測ってみたいと思います。はい、ではそれぞれ 14g ずつ豆を入れていきましょう。はい、では引いていきます。せーのスタート。
はい、こういった形で3つでそれぞれ引いてみましたけど、やっぱりねちょっとダイソーは時間がかかってしまうかなというところですが、ハリオは2000円台でねこのスピードはねやっぱりコスパすごいいいんじゃないかなと思います。手引きグラインダーの最高峰と言われるコマンタンテと10秒ぐらいしかね差もなかったので、このね2000円台でこのスピードで毎日引けるんだったらねこれはいいんじゃないかなと思いますね。毎日コーヒーを引くっていう風に考えるとこれぐらいスムーズに引けるのが快適だと思います。手引きミルにこのハリオのセラミックスリームこれを取り入れるっていうのはねかなりいい選択なんじゃないかなと思います。はい、で次にスケールですね。スケールはこういった重さと時間が一緒に測れるこういったドリップスケール、コーヒースケールがおすすめです。でスケールもね非常に大事で、まずはねコーヒー豆を測るところから使えますけども、たまにコーヒー豆を測るときに測るというか量を測るときにこう大さじ何杯とかね、大さじ1杯とか2杯とかこういう風に量で測る方がいるんですけども、コーヒー豆って浅煎りと深煎りだとね同じ大さじ1杯ともね重さが違うんですよね。例えばここに深煎りのコーヒー豆と、あとこちらがちょっとね色明るいですよね。これが浅煎りのコーヒー豆ですけど、これを測ってみても同じ大さじ1杯測ってもですね、例えば深煎りの方だと 5.2g なんですね今で。同じ大さじ1杯浅煎りを測ってみると 9.1g なんですよ。っていう感じで全然重さ違うんですよね。浅煎りの方が火があんまり入っていない分水分が結構残ってるんですよね。水分が残ってるのでその分重くなるということなので、同じ大さじ1杯でも重さが異なるということなので、コーヒー豆をドリップするときには何グラムという表記が大体されてると思うので、大さじ何杯ではなくて何グラムというふうにちゃんと測って正確に測ってそれを引いてドリップするってことが重要になってきます。深煎りと浅煎りって言葉からするとなんか浅煎りの方が軽そうな感じするんですけど、実際はね浅煎りの方が水分が入ってるので重いです。なのでちゃんとスケールで豆の量をグラムで測りましょう。このようにね豆の量を測ったりする時にももちろん使えますが、お湯をドリップする時に落とすお湯の量と時間配分がねとても重要になるので、量と時間がまとめて見られるドリップスケールだとねめっちゃ使いやすいです。30g のお湯を落として30秒待ってとかね、そういう量と時間の管理がまとめてできるってことですね。でこちらはハリオの V60 ドリップスケールというものですが、お店でもねこれを使ってるお店とても多いです。僕もねお店を持ってるわけじゃないので家で入れるだけですけども、これなしではねもうコーヒードリップできないですね。であとこのハリオと同じぐらいお店でよく見かけるのがこのタイムモアのブラックミラーベーシックですね。こちらもドリップスケールなんですけども、こういう風にね滑り止めシートがついていたり、ボタンを押した時に音が鳴らせたり、このね音はオンオフもできるようなんですけども、あとはお湯を入れ始めるとタイマーが自動でスタートしてくれるオートモードがついていたりと、ちょっとだけね多機能なので、このねどちらかがあればいいんじゃないかなと思います。この辺はね結構好みかなとも思うんですけど、どっちもお店でよく使われているドリップスケールですね。僕はねずっとこの V60 を使ってまして、もうこれでもね非常に満足してるんですけど、でこのタイムモアはこの動画用に試しに購入してみたんですが、確かにねこちらも使いやすいですね。でこのオートモードをですね、お湯を入れ始めたら自動的にタイマーがスタートしてくれるっていうのもちょっと使ってみたら確かにこれは便利だなと思ったので、ちょっとね今後こちら使っていくかもしれませんね。で価格で言えばこちらのハリオの方が実勢価格で1000円ほど安いです。そういったわけで量と時間が同時に測れるこういったドリップスケールっていうのをね強くおすすめします。で続いてドリッパーですが、ドリッパーはね、この100均のものでも入れられるは入れられるんですけども、ちょっとね投資することで世界基準になっていくっていうのであれば、僕はこちらのハリオの V60 ですね、このドリッパー強くおすすめします。世界中で使われている定番のドリッパーですね。コーヒー屋さんでもね本当にこれをよく見かけます。これは樹脂製のもので 1,2 杯用なんですけども440円です。ドリッパーもねこういう風に100円のものから数百円のものとか、あとは数千円のものとかね、僕はこのカリタのウェーブドリッパーかなり気に入って使ってますけど、こういう風にねいろいろありまして、うちにもねいろんなドリッパーを揃えていますが、正直ねドリッパーだけではコーヒーの味がそこまで大きく変わるという印象はなくて、うちでもねよく使い分けるのはこちらのハリオの V60 かカリタのウェーブドリッパーぐらいですね。
でカリタはこういう風にちっちゃい三つ穴で底の部分が平らなドリッパーなんですけども、で一方こちらのハリオの方は穴が1つ穴で、大きい1つの穴が開いているといった形の円錐形のものですね。こういった形の違いがあって、それぞれお湯を注いだ時のお湯の溜まり方とかね、落ち方に差が出てきますので、それがね味にも影響します。カリタの方がお湯が溜まってコーヒー豆に接している時間も増えるため、コーヒーの成分がしっかり出る感じで、V60 はこう円錐なのでお湯がスーッと流れ出るので、すっきり飲みやすいコーヒーが落とせます。僕はコーヒーの癖強めが好きなので、こちらのねカリタのウェーブドリッパー、これを使うことが多いんですけども、これね5000円ぐらいするので、コスパの点でもこちらの440円で世界標準というね V60 がいいんじゃないかなと思います。なんか結構でもコーヒードリッパーって見た目が可愛いんでね、僕はねコーヒードリッパーコレクションみたいな感じでいろいろ購入してしまってるんですけど、実際家でよく使うのはこの2つですね。コスパを重視するんだったらハリオの V60、 こちらをおすすめします。はい、そういったわけでコスパを考えていくのであれば、コーヒーミルはハリオのセラミックスリムで、スケールは同じくハリオの V60 ドリップスケール、そしてドリッパーもハリオの V60、はい、全部ハリオでしたね。このあたりこだわっておくとコーヒーはね格段に入れやすく美味しくなると思います。あと肝心のお湯を落とすケトルですが、1万円以内となるとね、ここにお金をかけられなくなってしまうので、お湯はねお手持ちの鍋とか湯沸かしポットでもいいので沸騰させて、でこういったねドリップポットに移して、でここからドリップするというのがねいいんじゃないかなと思います。沸騰したお湯をドリップポットに移すと、だいたいね1分ぐらいしたら90度ぐらいまで下がるので、コーヒーを入れるのに適温と言われるねだいたい90度前後、そこまでお湯が下がるので、そういった意味でも沸騰させたお湯をここに移し替えてドリップするっていうのはね一つのやり方としていいんじゃないかなと思います。結構お店でも電子ケトルを使わないで、沸騰したお湯をこれではないですけどね、ドリップポットにお湯を注いで、そこからドリップしてるってお店も結構あるので、全然そういった使い方でいいんじゃないかなと思います。お湯が狙ったところにちゃんとドリップできるということが重要になってくるので、そういったポット選びをしたいというところだと、僕はこのニトリのドリップカップ、これはねおすすめです。1518円というね安さでお湯を細く安定して落とせるのでね、これおすすめです。僕も実際後で紹介しますけど、ヤマゼンの温度調整機能付きの電子ケトルを買うまではずっとねこちらを使っていました。バルミューダでお湯を沸騰させて、ここにお湯を移して1分ぐらい待って、でお湯をドリップする、こういったね使い方をずっとこれでやってました。なのでこれ非常におすすめです。使いやすいです。ただこれちょっとちっちゃくて 350ml でコーヒー1杯用ぐらいなので、2杯以上入れたい方はもう少し大きいポットを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。であとカップですけども、カップはお手持ちのもので全然いいと思いますし、あとコーヒーを一時的に落とすサーバーとかですね、ああいうのも僕なくていいんじゃないかなと思ってます。僕も1杯分落とすときはこういう風にもうカップを直接スケールの上置いて、それでドリッパーを置いて、でお湯を落とすっていった感じで直接カップにドリップするようにしちゃってますので、コーヒーサーバーはね特に必要ないんじゃないかなと思います。はい、最初の組み合わせはこんな感じですね。8888円の組み合わせはこんな感じです。はい、続いて電子ケトルにお金をかけるパターンなんですけど、こんな感じかなと思います。まずキッチンスケールノーブランドのもの、これが1280円。そしてスマホのタイマーでダイソーのコーヒーミル550円のものを改めて使います。でハリオの V60、 こちらが440円。そしてヤマゼンの EGL-C1280、 こちらが7480円です。でこれ合計で9750円です。でこのセットは先ほどのニトリのドリップカップをヤマゼンの温度調整機能付き電子ケトルにしまして、その代わりドリップスケールを諦めて1000円ぐらいのこうキッチンスケールで、もし購入するのであればタニタとかね、そういうところで、ブラックはないんですけども白とかだとキッチンスケールタニタとかが精度高いものを売ってると思いますので、その1280円とかで買えますので、そういったキッチンスケールを購入して、であとはこのスマホのタイマー、これを先ほどのキッチンスケールについていたタイマーの代わりに使うといった、こういった使い方っていうところが安く抑えられるんじゃないかなと思います。コーヒーミルもハリオの
セラミックスリムを使っちゃうと1万円超えちゃうので、こちらのね、ダイソーの550円のものに戻した組み合わせになっています。で、このドリップポットにお金をかけるというところですけども、コーヒーをドリップするときにお湯の温度調整ってめちゃめちゃ大事で、だいたい先ほども言った通り90度ぐらいで入れるといいとか言われるんですけども、これが沸騰したてのお湯で入れてしまうと豆の雑味とかえぐみがね出やすくて尖った味になってしまいます。逆にぬるすぎても良くないので、90度とか下がっても85度ぐらいとかで入れると飲みやすい美味しいコーヒーが入れられます。で、温度調整できる電子ケトルで個人的にコスパ最高だと思うのがこちらのヤマゼンの EGL-C1280 ですね。こちらこの前バルミューダのケトルとの比較動画っていうのも撮りましたが、温度調整もできますし、あとねこのノズル部分ですね。このノズル部分が非常にコーヒーをドリップしやすい作りになってますので、まさにねドリップコーヒー用の電子ケトルとして作られたという感じでかなりおすすめです。で、これが7000円台で近い価格帯だと僕はね使ってないので実際の使い心地は分かりませんが、アイリスオーヤマとかニトリでも同価格帯の温度調整機能付き電子ケトルっていうのも出ていて、あれらもね結構評判はいいですね。そのあたりから探してみるといいと思います。これら一通りね概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、それで電子ケトルにお金をかけたのでミルとかね安いものにせざるを得ないわけですが、最初に触れた通りダイソーのミルは安いだけあって手引きの時間ね結構かかります。なので体力時間を非常に使うことになるので、1万円からちょっとはみ出てはしまいますが、先ほどのねこのハリオのセラミックスリムにしてで合計1万1510円で快適にするっていうのもねありかと思います。正直ね千数百円ぐらい追加してダイソーからハリオにねするだけで快適さはねかなり変わると思います。はい、こちらのねハリオのセラミックスリムめちゃめちゃおすすめです。で、あとはかりですね。はかり、こちらはノーブランドのものですが、同じようなスペックでタニタの白いキッチンスケールが Amazon で1280円で買えるので、色はね白になってしまいますが、こういったキッチンスケールでお湯の量を測りながら、で時間はこのスマホのタイマーを使って横に置いて同時に測るというやり方でも代用できると思います。なのでキッチンスケールにお金をかけたくないという場合は、こういった組み合わせでお湯の量と時間を測るっていうのはね全然ありだと思います。先ほどのドリップスケールのように同じ画面でお湯の量と時間をね同時に測れるっていうのはね確かに便利ではあるんですけども、お金を抑えるのであればこういったやり方もありじゃないかなと思います。はい、電子ケトルにお金をかけた場合はこんな感じですが、先ほどのね最初のセットもそうなんですけど、どうしてもね1万円以内のルールという中で組み合わせていくと多少ね妥協も入ってしまいます。今日は一応1万円以内というルールでやってみましたけど、もしね1万円以上かけて快適になるんだったら、もうちょっとお金をかけたいという方がいらっしゃったら、そういった方におすすめするのはこの組み合わせですね。こちらハリオの V60 ドリップスケール、こちらが4620円、そして同じくハリオのコーヒーミルセラミックスリム、こちらが2310円、そしてこちらもハリオの V60 樹脂製 1,2 杯用のドリッパー、こちらが440円、そしてヤマゼンの EGL-C1280 温度調整機能付きの電子ケトル、こちらが7480円で、これ合計しますと 14,850 円です。これだとね約5000円オーバーしてしまうんですけど、妥協をせずに快適さを求めるとね、僕はこれベストじゃないかなと思います。これもね組み合わせの一例として考えていただいていいんじゃないかなと思います。なので皆さんのご予算に合わせて組み合わせをね考えてみてください。今日紹介したものは全て概要欄にリンクを貼っておきます。Amazon だと定価より安いものもあるので、もしかしたらねこの1万5000円のセットも1万円近くで買えるかもしれませんので、リンクをねチェックしてみてください。はい、そういったわけで今日は1万円で始める快適なドリップコーヒーというテーマでお送りしました。このチャンネルではこういったコーヒー器具の情報もいろいろ紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとねベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。